僕は結構責任ってポジティブなものだと捉えていて、なんでみんなそんなに責任ってネガティブに捉えるのか意味不明と。自分は持ってなくてもいいけど他人には持っててほしいって、これこそ自己中じゃないか。責任取りたくないとか、責任を負うのは嫌だとか、とにかくネガティブな印象を持ってますよねと。僕は結構責任ってポジティブなものだと捉えていて、なんでみんなそんなに責任ってネガティブに捉えるのか意味不明と。僕の勝手な解釈では、テレビとかで責任を取って辞任いたしますとか、責任を取って活動を自粛いたしますとかってばっかり報道されてるから、みんなそれがイメージでネガティブなんだと思うんですけど、結論から言って僕はポジティブなものと。大事なことはやっぱ常に自分に向けて矢印を持って、他責ではなく自責の心を持つこと、自分ごと化しよう。他人や環境のせいにするのは簡単なんですけど、そうじゃなくて自分の選択や行動の結果としてこれが起こったんだとか認識したら、次回からどうしようかなって考えるんですよ。関係ないと思ってたらもう一回同じこと来ちゃうかもしれないです。でも自分も関係ある。自分がもしかしたらここに来たからこういうことが起こったんだとか、自分がこういう発言をしたからこういうことが起こったんだ。1% でもいいんですけど、自分に過失があったと考えられたら、そこを変えようとするじゃないですか。他人は変えられないですけど、自分は変えられるわけですよ。自分の行動とか思考は変えられるじゃないですか。他人の思考は変えられないから。そう簡単に。結局だから当事者意識とか主語も全部一緒で、会社としてもそうですけど、自分の人生としても当事者意識高めていかないと行動が変わらないんですよ。要は批評家になるんですよね。さっきも言ったけど、悪いことだけ言って課題だけ指摘して、もしくは興味ない、関係ない。そうじゃなくてやっぱり当事者になったら、その課題に対して何か対応しようと思うし、行動が変わるじゃないですか。で、多くの人は不満とか悩みがあった時に環境をスライドすれば変わると思ってるんですよ。例えばじゃあ会社だとしましょう。それこそ上司だとしましょう。上司が変われば、会社が変われば、俺の悩み不満が解決されると環境スライドを選択するんですけど、これ全部多責ですよ。これってあんま何も変わんないです、根本的に。じゃなくて、自分の行動を変えるんだと。会社を変えるとか上司を変えるんじゃなくて、自分の思考、行動を変えるってなっていけば、悩み不満が小さくなることがあるんですよ。これも全部自分が変えられるんで。だからやっぱとにかく環境を変えるってことをするのは多責思考で、自分の行動を変えようっていうのが自責思考というか、自責の念を持つとかいうことによって自分の行動を変えられるので、そっちにやっぱり踏み込んだ方がいいですよと。例えば僕が社長としてこんなこと言ってたらどう思いますかと。うちの業績悪いのは国がこんな低たらくだからだと。政治家が悪いんだ。だから業績が上がらないし、だからみんなのボーナスも増えないんですって僕が言ってたとしましょう。どう思いますかと。お前何言ってんねんと。思いませんと。例えばじゃあ支店長とかチームの部長がね、うちの部は経営陣の考え方がこうだから、会社がこういうルールが決めてるから、うちの部署は成績が悪いんだ。これ同じこと言ってますよね。社長がそう言ってたら、何言うてんねんってみんな思うと思うんですよ。でも僕からしたら部長が同じこと言ってたら、お前も何言うてんねんって話ですし、メンバーも何言うてんねんって話になるんですよね。友達でこういう人欲しいですか？自分に甘くて、自己中で、途中で投げ出して口約束ばかりする人、こんな人嫌じゃないですか。自分の友達だったら嫌ですよね。小人だったら嫌ですよね。同僚がこの人だったら嫌じゃないですか。嫌ですよねってみんな言うんですよ、大体。でも自分は責任を負いたくないんですって。でもこれ全部責任ですよね。自分に対しての責任、自分に甘いかどうか、自己中心的であるかどうかも同じで、途中で投げ出すかどうかも責任感あるかないか、口約束もちゃんと約束したことに責任を持ってるかどうか、これも全部ある意味責任なわけですよ。自分は責任を負いたくないけど、こういう人がいたら嫌だっていうことは、自分は負いたくないけど自分の周りの人には責任持っててくださいよって言ってるわけですよね。ちょっと待ってくれと。矛盾しまくりじゃねえかと。自分は持ってなくてもいいけど他人には持っててほしいっていう、これこそ自己中じゃねえか。俺そんな人と友達にしたくないですよ。人間関係の基本は互いの信頼と尊重なんで、他人の行動や態度に対して期待を持つのは自然なことですけど、だったら自分自身もその基準や期待を満たす努力をすることが大切じゃないですか。責任感を持つっていうことは、自分の行動や選択が他人に与える影響を理解して、その結果を受け入れる能力を持つことを意味するわけですよね。とは言っても人間完璧じゃないんで、過ちも犯すでしょうと。でも過ちは過ちで認めて責任を取る姿勢っていうのも、他人から信頼されるかどうかっていうのに見られてるわけですよ。僕の定義では責任っていうのは取るものじゃなくて果たすもの。それが責任感でもあると。多くの人は責任取るっていう表現を使いますけど、責任を感じそれに応える行動をするっていうことがもうちょっと分解すると責任だと。まずは与えられた役目や任務を遂行することを、そしてその結果に対して正直に向き合うということが責任みたいな話だとしたら、これすらできない、追いたくないって言われたらどうしたらいいねみたいな。自分の仕事とか任されたね、責務の最高責任者自分しかいないじゃないですか。こういう意識ちゃんと持つことで、プロフェッショナルとしての自覚とか誠実さ高まって、さらなる成果が推進力になるんですと。自分の人生はやっぱ最高責任者自分だから、自分しかいないから、自分の人生の選択とか結果に対する最終的な責任は自分自身にかかってるわけじゃないですか。外部の要因とか他人の意見にね、少なからず影響されることもあるかもしれませんが、最終的な決断を下すのは自分で、それに伴う喜びや効果に自分しか感じないわけですよ。自分の人生自らの手でちゃんと進めるっていうのは、この意識不可欠ですよねと。さもないと、俺の人生こんなはずじゃなかった。で、後から言うことになりますよと。私たちは周囲の状況や他人の意見に流されやすいことがあるかもしれないですけど、だけどそれ理由にして逃げるのは簡単でも、
も、そうすることでやっぱり真の満足とか成長を得ることできないと思いますよ。自分の選択と結果に対して責任を持ち、積極的に行動することで、後悔の少ない人生を追求することができますよと。結果、やっぱり自らの人生を積極的に形成するっていう姿勢が充実するんじゃないですかねと。責任を持つことでやっぱ見える景色が変わるんだと。そうやってできることが増えて、知識とか経験を得ることができますよと。責任感を持ち、責任の範囲を広げていくことで成長の幅が広がりますよって言ってるんですけど、自分なりに図解するとこういうことで、自由と責任はある意味セットで、責任を持つ、任されたってことを、それを果たしたら、もっと大きな責任もらえるんですよ。で、それを果たすともっと大きな責任がもらえるんです。またそれを果たすともっと大きなのがもらえるんです。責任の分だけできること増えるわけです。とにかく責任を持つと、例えばじゃあ社長として責任を持ちます。この会社を運営する責任を持ちます。社員をこれだけ抱える責任を持ちますと、社員が多ければとか、売上が増えれば利益が増えれば、できることが大きくなるんです。できることが大きくなると、いろんな経験をできるわけで、知識も増えるわけです。嫌が応でも。それを果たすっていうことを継続してやってると、どんどん自分の世界が広がってきますよと。だから責任って果たすものであり、僕の中ではすごくいいものだと。例えば自社の中でもうちのフィロソフィーを体現している自分が理想とする社員ってどういう社員かなと思った時に今いるそれに当たると思われる社員を想像してこの人って何が秀でてんだろうなと思うと能力とか置いといて責任感ですよね。自分の解釈ではやっぱ責任の範囲イコールでもそれが成長の幅のポテンシャルになるんで責任感が大きい人はそれだけ大きく成長するポテンシャルがあるというか作ることができると思ってるんで責任はもっといいよというのは僕の持論ですけどね。責任持つことで結構視点が変わったりとか思考が変わることって珍しくなくて例えばだから家族を養うという責任ができた家族ができたから頑張るみたいな人よくね一般論でありますけどそれもだって責任持ったわけじゃないですか。自分だけじゃなくて奥さんとか奥さんも自分で働けばあれですけど子供を養うという責任とかね同じようなことですよ。それも自分の成長においては重要なことでありますしまとめていくと責任とは自分ごと化するっていうことの大切さと意味としては責任とは取るものじゃなくて任された責任も果たすことですよ。気をつけなきゃいけない責任感っていうのは不意の言葉とか姿勢とか態度に出ますよ。自分の人生で考えたりとかしても自分の仕事って任された責任の最高責任者自分しかいないわけだから頑張ることしか選択肢なくないですかと。責任とか正義思考のマインド考え方になるのって結構難しいですか？考え方だと思って練習なんですよ。みんなすぐできないって言うんですけどこれもよくスポーツにだと言いますけどじゃあ大谷がどれだけ練習してると思うとだってスポーツってそれをできるために練習いっぱいしてますよねイコールそれって練習しなければできないし練習したらできるってことを示してるわけですよ。皆さんも例えばじゃあマラソンで走りたいって言ったらマラソン数こなしてってジョギングしてってちょっとずつ練習してますよね。だから思考も一緒です。思考だけ練習してもできないとか一発でできる論理はないですと。それも全て練習だと。まずは練習しようという気持ちで実際にちょっとずつ練習を始める。だっていきなり走ったことない人がいきなり1分 12.1 キロ走ると無理じゃないですか。いきなり20キロ無理かもしれないからとりあえずじゃあ走ることから始めましょうってやるわけじゃないですか。同じ思考もさっき言ったようにどうしてもこれ思い浮かんじゃったらうちはないってまず頭の中からアラートを発することから始めてとにかく最後は明日から頑張ろうで締めようとこっから始めましょう。でそのうちにどんどん練習重ねて意識して練習していくと多分言わなくなるようになるんじゃないかな。スポーツと一緒ですよ。思考も練習勉強だっていきなりわかんないじゃないですか。一生懸命勉強してから学んでってできるようになってるわけで思考も一緒ですと。参考にさせていただきます。ありがとうございます。